GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。佐野レオです。10エッセンシャルズ、僕にとってなくてはならない10個のアイテムを紹介したいと思います。レッツゴー。ではまず1つ目のアイテムはカバンです。ゴヤールのバッグなんですけれども、これをもともと最初ずっと使ってて、ゴヤールって結構憧れがあって OG の方々が使ってるイメージだったんですよ。で、僕がこれ使ってるのを2号さんが知っててくれて、でこっちを誕生日にくれました。オリジナルでカスタムでヒューマンメイドのベアで、裏がダック、持ち手の部分の色とだから一緒にセットで使えるよ。僕 A 型で結構几帳面でなので、一個の統一性みたいなものをなんか普段身につけるものに持たせたかったりとか結構するというか、財布も同じ色っていう大事に使わせていただいてます。次のアイテムは綿棒です。僕おばあちゃん子で、日課が風呂上がりにおばあちゃんに耳掃除をしてもらうことだったんですよ。仕事終わって家帰ってきてお風呂上がって綿棒をするっていう時間が僕一番好きで、見てこれもう何百本入ってるっていう、自分めんどくさがりなんでこういう大容量なものはすごく助かりますね。 Q-tip って聞くと ATCQ を思い出しますけど、ダジャレ込みでこれ使ってます。 Q-tip 大好き。次のアイテムはこちらです。パカ。はい、アイウェアです。こうやってパッと見だと似たようなのばっかじゃんって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、19歳ぐらいの時から集め始めて、一番最初買ったのがこれだったかな。結構いいなたいっすよね。なかなかサングラスとかってハードになっちゃうんで、最終的にやっぱ一番最初に買ったこういうメガネが使うなーってこれが結構クラシックな。最近本当アトランタのラッパーとかがみんなここにダイヤを入れてて細かい部分にメレダイヤバーって入れたりとか、彼らがつけるとかっこいいからすごい憧れるんですけど、俺これつけてテレビ出たら大丈夫かなってちょっと思って、そこは思いとどまりました。最近はもう2号さんが作ったジーンズのサングラスがリーズナブルで、結局そういうのを一番使ってしまうっていう一回買ったものとか友人からいただいたものは持ち続けてるものもありますし、孫ができたら孫に譲ります。ちょっとこれパンチ効いてるやつかけていいですか、一回これはモテなそうだなあとね、でもね、こっちの形の方が悪そう。続いてのアイテムはこちら、コーヒーです。メンバーの小森隼人くんが毎朝コーヒーを入れてきてくれるんですけれども、こんなもんか。これじゃな。ちょっと待ってください。 LINE が来ました。このコーヒーの豆の説明を送ってくれました。お疲れ、ボトル開けるの特殊だから気をつけてわら。今もうこぼしましたエチオピアで行われた初の品評会で1位を取った豆だそうです。今日じゃあちょっといただきます。うまい。ちょっと誰か飲んでみません？どなたか。ちょっといいですか、ついで。これめちゃくちゃ美味しいんで、ちょっとずつ皆さん飲んでほしい。うまくないですか？うまいっすよね、これ。これはチャンピオンだわ、これ。すげえ。あいつ何目指してんだろう次のアイテムはT シャツです。父がバンドのベースをやってて、で結構本当海外のバンドとか T シャツとかをくれたりとかして、好きなアーティストの T シャツとかを買うようになって、今日はそうっすね、シャでオールドスクールのダンスの先生がストレッチの時に絶対かけてました。オアシス。これはニューヨークに住んでる友達が古着のディーラーをやってて、誕生日にくれたものです。なのでちょっと宝物です。
ソニックユースってバンドいるじゃないですか。一瞬変名して思考年ユース、その T シャツです。でこれはビョークですね。ダンススタジオの MTV とかでミュージックビデオが流れてて、フューチャリスティックに感じたっていうか、デザイン自体も結構かっこいい古着が多いですよ。サンプリングしてますよね。なんかいろんなアーティストさんとかも体一つしかないの T シャツ何枚も買っちゃって。続いてのアイテムはこいつです。これはブラウン社製のラジオです。T 線って呼ばれる品番のもので、ここが開くんですよ。いきますよ。めっちゃかっこよくないですか？これをデザインした人がディータ・ラムスさんっていうドイツの工業デザイナーなんですけど、これがアーカイブブックなんですけど、これが T 線の実際ここに載ってますけど、僕ラジオをレギュラーでやってまして、ラジオをこう流すのが習慣づいて、これが欲しいなと思って、ちょっとこれはドイツから買いました。ちょっと電源入れてみていいですか？これでチャンネルにチューニングして、ここ B1 っすか？あ、じゃあダメです。はい、次のアイテムはこちら。何が出るかな。ジュエリーです。沼にはまってしまい、ダイヤモンド修行中です。ちょっと最近作ったやつを、こちらニューヨークのアレックス・モスっていうジュエラーがいるんですけれども、ベルリー君と2号さんとニューヨーク行った時にそのアレックス・モスを紹介してもらって、このロゴは2号さんと3年ほど前に自分と2号さんとヒューマンメイドで一緒にポップアップした時のグラフィックを思い出に残したいなと思って、あとはそのアレックスに作ってもらってピンズ、ダイヤ版、ジャケットとかをこう着るときつけたりします。まだ使ったことないんですけどこれが一番最初に作ったやつですね。ファレルとかが結構腰回り、昔ネプチューンズとかの時エグかったんですよ。なんか子供ながらに憧れがあって、彫金師の方を訪ねたんですよね。いろいろ話して、こんなん作んのみたいなって言われたんですけど、いやこれにちょっと憧れがあってって言ってこれを作ったっていうのが最初ですね。いや楽しいですね。喋りすぎてちょっと喉乾いてきたんで、ちょっと水飲んでいいですか？次の僕のお気に入りアイテム、水素発生ボトルです。水筒のようにお水を入れまして、これを押すとライトがついてシュワシュワシュワってなってるの分かります？これ水素が今発生してます。これ地味な絵ついてますよね。水素吸入器を作ってる日本のメーカーさんがヘリックスジャパンさんっていうんですけど、でそのマシンを作ってる会社の作ってるボトルです。水素もかなり腸回復にいいということを教えていただきまして、筋疲労とか睡眠の質の向上とかかなりね上げてくれるんですよ。めちゃくちゃおすすめです。いいですよ。美味しい。続いてのアイテムはこちら。こんな魔法も GQ ジャパンは使えるんですね。ジャケットです。スタジャンってこうやっぱダンス始めた時からこう憧れがあったんですよね。ヒップホップのスターとか全員でこうジャケット着た。これはどのスタジャンより家宝にしているものです。2号さんが、作って自分の名前もここに入ってます。あと後ろはI know 2号になってます。子供ができたら受け継ぎます。基本その考え方なんだな続いてのアイテムは自転車です。自転車持ってきちゃいましたブルックリンマシンワークスのヤングスタ V4 という
形のピストンになるんですけれども、EXILE のナオトさんが一番最初に買って乗られてるのを見て、レオも一緒にもう買おうよこの際みたいなで乗せられて、出勤とか結構急ぐ時も使えるようなものが欲しいってもともと相談したら、ダブルベースの元さんがこの完成車をくださったんですよ。そこから結構カスタムしてしまいました。結局自転車もう1台買えるぐらいお金がかかってしまいました。というわけで僕の10エッセンシャルズ、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。あまり自分のものを紹介する機会ってなかなかなかったので、意外性があったんじゃないかなっていうふうに思うので、皆様が楽しんでいただけてたら嬉しいです。10エッセンシャルズ佐野レオでした。また会いましょう。バイバイ。